GQ ジャパンをご覧の皆さん、こんにちは。チャラです。10エッセンシャルズということで、私の、なくてはならない10個のアイテムをご紹介したいと思います。最初のアイテムはギターです。シンガーソングライターなんですけど、私もともとは鍵盤で作るのが好きで、お嫁に行く時はお母さんにグランドピアノを買ってねって言ってたかもしれないですけど、年を重ねるにつれていろんな楽器ちょっと欲しくなっちゃったり好きになったりして、ギブソンの J50 っていうアコギですごいかっこいいでしょ。ちょっと色が珍しいこのピックガードの色で私の彼氏です。はい、ということでケースなんですけども、じゃーん、こちら友達の絵描きの江戸津明がこれペイントしてくれてるんだけど、全然ライブができなくなっちゃって、私たちミュージシャンなんかこう無力さをちょっと感じてる日にお家でセッションライブをした時に後ろでライブペインティングを江戸ちゃんにしてもらったんだけど、その時になんかこれケースにも書いてくれたんだけど、書いてって言ってなかったけど、多分江戸はギターその辺に転がってるから見て可愛いと思ったんだ。中身はこんなベッドだよいつもここでね眠ることがおやすみ。次のアイテムはマイクです。卓録も結構お家でも録音するんだけど、声ちっちゃいんですよウィスパーとか小さいニュアンスで歌いたいものは小さい声がいいんで、そうすると真空管マイクっていうかコンデンサーマイクになっちゃうんで、最近気に入ってるマイクを持ってきました。ちょっとバスガイドっぽいんですけど、オーストリアンオーディオさんっていう、はい、このメーカーのこのなんかちょっとスパイっぽいじゃん私あと丸みを帯びてる形が私はなんかやっぱり人間に優しさを多分与えると思うんですよ。すごい似てます。これで一体どんな新曲が撮れるんでしょうか。楽しみにしててください。マイクです。続いては家族です。20歳の時に日本だと成人のお祝いをするじゃないですか。でファミリーフォトをよく撮るんですけど、その時の家族写真で、パパも撮ったんだけどちょっとね離婚してるからその時に撮った我が家のはい、アイドルもじょくん、はい、これ6歳の時の一緒に撮りましたね。もじょくんお留守番してるね今ね。この本は私がデビューして30周年ということでまとめたものなんだけど、このねすごくラブだなと思うのは、離婚はしちゃったんですけれども、俳優の浅野忠信さん、お父さんがねこのファミリーページにね絵を描いてくれてて、ちょっと見せるよ、特別に見せるよ。すごい、これ見てみんなで家族で笑ったんだけど、ママらしいねって言ってみてくださいチャラ来たよーっていう感じで、私こんな感じなんだと思って、これ初めて読んで泣いたですよ。これ娘と息子がさインタビューして、すみれ大人になって思うのは自分たちの世話をしながら歌うことも楽しんでいてすごいなって、日々ピースの環境で育ててもらったってことは大きいですね。家族がピースだと友達とかいろんな人とピースでつながっていける面白い。タイムマシンブックってタイトルもすごい今思ってすごいいいなと思って、写真とか音楽とかそういうものって載せてってくれるじゃないですか。そういう意味ですごくいい場所へ連れてってくれるものなので、私はすごく大切にしています。これはラブだよ。次のアイテムは調理道具です。調理道具はそんなにこだわりがなかったんですけど、この土鍋なんだけど城進さんっていう陶芸家の方の土鍋で、お正月
絶対集まるんですけど、その時に鍋したいなと思って大きい鍋が欲しいですって言って、このジョースムさんの展示がある時に行ったらもう売り切れちゃってて、売り切れちゃってました、残念ですって連絡させていただいたら作ってくださることになって、すごい素敵じゃないですか。もうなんかサラダでも何でも別に土鍋煮物じゃなくてもフルーツ置いても素敵じゃん。よく鍋ってこういうとこついてるけどこれなくて素敵じゃない私は素敵だと思ってて、普段使い実はしてます。これで味噌汁とか作っちゃってます私この包丁なんですけれども、出会ったのは、息子が福井県に行った時に、息子が母ちゃん絶対好きだよこの包丁ということで、ぜひ作りたいって言ったら名前を入れてくださって、ここに私のお名前を彫っていただいて、雑な私でも錆びちゃうからさ、ちゃんと拭かなきゃとか、そんな風にして使うことができる素晴らしい包丁を作っていただきました。得意な料理、なんか息子に母ちゃんの料理何が好きかなみたいな聞いた時があって、なんかあり合わせで作るのがうまいよねって言ってた気がします。多分お腹空いてんの？じゃあ何作る？何あるかな？みたいなお母さんらしいやつじゃないですかね。次のアイテムはスパイスです。2つだけ選んできました。日本代表で山椒、ちっちゃい時すごい苦手だったんですよね、山椒って。なんかねすっごい大好きになっちゃって、そしてこの魚国商店さんのこの石引きの山椒をずっと気に入って、お味噌汁にスッてかけるだけでも結構多めに振っちゃうんですけど、はい、日本代表私大好き山椒の粉です。はい、クミンってどこの国が代表か分かんないんですけど、世界的に多分愛してる人も多いんでなかろうか。クミンです。結構自分でグリーンカレーをちゃっちゃと作るの好きなんですけど、クミン多めで、ゆくゆくおばあちゃんになった時に、もしかして孫とか遊びに来た時は庭からちょっと薬草をこう取ってきたり、これはね山椒って言って、ほらこれがオスでメスでとか説明できるような、なんかおばあちゃんっていいなぁなんて、はい、思いを馳せておりますけれども、クミン大好きです。はい、私の好きなスパイス、クミンと山椒でした。次のアイテムはティーです。私結構ティータイムを大事にしてて、大好きなハーブティーがあって、これは本当に常備してて、これないとなんか不安です。これがドイツのマリエン薬局っていう、こんな感じでいろいろな見た目的にも魔法っぽいじゃないですか。味も美味しいとなるとすごい続くんですよ。なんていうか効果が良かった成功例がやっぱりあるからか、すごい信頼してて、謎の咳というか全然なんか止まんなくて、強いお医者さんからもらった薬とかも効かなくて、これをねガブガブねお願いっていう感じで飲んだら本当に咳が止まったんですよ。飲んじゃう。これがないとなんかすごく不安です。あとこれティーブランドのティーポンドさんとコラボして作った茶葉なんですけど、こちらもうちょっと売り切れちゃってて今買えないんだけど、タイトルが優しい気持ちっていう私っぽいタイトルにしてみました。このルイボスの甘い感じで、なんか程よいスパイシーな感じが私はすごい好きです。青い鳥モチーフのこれ娘がデザインしてくれました。この一杯で幸せになれたらいいなと思いまして、はい、ティータイムを大事にしてます。続いてのアイテムはステージシューズです。これ4代目ぐらいなんですけども、初代のシューズはデッドストックって言われている本当古着屋さんでちょっと発見して、すごい軽くて、これステージシューズにいいかもと、それをもとにレプラフォンさんっていうシューズ屋さんでステージ用の靴を、これ見た目重く見えるかもしれないんですけど、すっごい軽い工夫がしてくれてて、この底の部分小さい穴をこう
開けてくれて目に見えないぐらい少しでも軽くとかいろいろ工夫してくださってて、4代目何の衣装でもなんかいけるねっていうなんか独特の雰囲気を持ってる靴ちゃんなんですよね。見たことあると思います。私のライブ来たことある人、あれだっていう。いやこれおばあちゃんになっても履きたいなと思います。次のアイテムはこちらです。中に入っているのはアクセサリーです。私アクセサリーを片方とかなくしがちなんですよ。バンドーム山田さんってね、アクセサリーショップがあって、そこに行って自分で買ったんだけど、すごい気に入ってたのに片方だけなくしちゃったら、なんとバンドーム山田さんって片方なくした方へのサービスがあったの。すごくない？私にぴったりなそんなサービスあるんだと思いましたけれども、これちょろちょろちょろんってちょっとだけここにちっちゃくダイヤが動くんで、本当にしてるかしてないかぐらいの輝きなんですけれども、これもお守りですね。おまじないみたいなのが必要な時もあるんですよ。そういう時にすごい力をくださっています。もう一つ指輪なんだけど、これも私のお守りで妹からのプレゼントの指輪です。これもダイヤモンドで、どこのブランドかごめんなさい忘れてしまったんですけれども、妹の思いを身につけるという、これが私のやばい抜けなくなった抜けなくなった時はこうやるんだっけ。なんかアクセサリーがよく切れたりとか壊れちゃったりするんですよ。また私の身代わりねと思ったりします。次のアイテムは植物です。なんか植物にすごくパワーをもらっていて、ゆりちゃんですけど、ここにつぶつぶがあるからカサブランカですね。種類でいうと匂いがお届けできないのがめちゃめちゃいい匂い。これねちょっと球根からやったんですごい思いがちょっと何かをゼロから作るというか育てるのは好きなので、こちら種になりますこれブロッコリー食べ終わって種ができて、新月の時にこの種を収穫したので、新月の時に収穫したブロッコリーの種です。だから何なのっていうこともあるかもしれないし、でもそういうパワーって私は意外と信じているので、これなんだけどね、さくらんぼ食べたらプーンってお庭があったりするとこう出たらいいなってちょっと心の中で願ったりしたことありませんか？私は今でもやってます。これは我が家で私がそんな風に食べたビワの種出てきたの。中庭にプンってしたものからビワが育って実が なるんですけど、そこからこぼれた種からまたできたベイビー、お家から来たからちょっとダンゴムシもインしてきていますが、びっくりしてるね。スタジオだよ。植物にパワーをもらっています。次のアイテムは激落ちくんです。私のお家がめちゃめちゃ白い空間なんですよ。これがないとすごい大変なの家の中も仕事も両方やらなきゃいけないからすごい助かっていて、激落ちパパとかいるの知ってる？なんかいろんな家族いるよね。私はこの大きいのを買って自分で使いたい大きさにカットして、でお風呂とかキッチンとかいろんなところで使っています。これがなかったら多分お掃除が大変かも。激落ちくんありがとう私の10エッセンシャルズいかがだったでしょうか。10個にね大切なものを収めるの大変でしたけれども、たくさんなくてもいいかもしれないですけどね。10エッセンシャルズチャラでした。またお会いしましょう。バイバーイ。